おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、模写をちょっとやってみようかなというふうに思います。私の鬼講評会というサブチャンネルの方でも、結構ですね、模写を送ってきてくださる方いるんですが、と思ってですね、模写っていうのは何のためにやるかというと、その絵の具の作り方であるとか、混色の仕方であるとか、構図のことを学んだりとか、いろいろ目的があるんですけど、僕一番大事なことは、プロセスを学ぶ、考えるということがすごく大事なんじゃないかなというふうにいつも思ってます。で、そのプロセスっていうのを考えるということすごい難しいですよね。でも、どういうふうなプロセスを経てこの構造、絵の具の構造というのができているのかなということを考えていくということを皆様もちょっと考えてもらえるきっかけになればと思って、今回動画としています。で、すごく簡易にやろうと思いますので、皆様もぜひですね、自分のご自宅等でやられてみたらいいかなというふうに思うんですけど、油絵の場合っていうのはもちろん油絵でやるのが一番いいんですけど、今回はちょっとアクリル絵の具で、簡易にやろうと思います。で、サイズも本当に同寸でやるのが一番理想的なんですよ。でもやっぱりね、なかなか難しい、皆様もご自宅とかでね、でかいモネのこんなでかいのとかってやるの難しいでしょ。だからちょっと今回は小さいサイズをご用意いたしました。かなり小さいです。かなり小さくしてます。で、今日はこちらのモネをやっていこうと思います。で、今ですね、Google のアート&カルチャーとかいう、アプリケーションがございまして、そちらの方とかですごくかなりいい画像が見れますので、プリントアウトとかもできるかな、そういったものとかを利用して、要は100年以上前とかのものとかなんで、ですね、ぜひぜひそういうのも活用。Google のアート&カルチャー、そういったものも活用されればいいかなというふうに思います。で、大体イエローオーカぐらいの色がですね、大体下地に塗られていることが多いんですね。こちらやったらばね、ちょっとこれ画像相当悪いんで申し訳ないですけど、このぐらいの茶色かなぐらいの感じとかなんですね。印象派の場合ね。で、ちょっと明るめの。で、今日はこれ板に書いてます。簡易版ということで、今日本当に皆様ができるようにですね。で、ちょっと全く同じようなイエロー化が私はないので皆さんあればですね、ちょっとこのぐらいの黄色を少し出してみましょうということと、あと茶色ですね。茶色を、これはバーンとアンバー。で、これと白ぐらいの感じかな。で、青に近いような、ちょっとこのパープルですね。紫色を少し出してみましょう。意外とこのアクアブルーみたいな色みたいなのは意外と近い色があるのかなと。フーカスグリーン。ある程度混色しながら、ちょっとこの辺出しておいて、後でこのぐらいかなというので混色をしていこうとは思いますけども。これイエローかぐらいかな。よいしょ。紫で、青。ウルトラマリンブルー。ミニウムオブオキサイト。ちょっとピンクですね。マゼンダみたいなピンクがあれば、ナフソールクリムソン。あとは白ですね。という感じで、ジェッソと、これ入れたかな、イエロー、ミディアムですか、イエローオーカ、バーントシェンナ、で、ウルトラマリン、この紫はパープル、これやったかな、アクアブルーでよかったかな。ガッシュとかアクリルとか、その辺は僕は結構適当に使ってます。このあたりで混色をしてできるんじゃないかなと思いながら、カーマインもちょっと出しておきましょうかね。カーマインのがちょっと合うかな。カーマイン。で、これはクロミニウムみたいな緑ですよね。もう一個ぐらい緑出しておきましょうか。これはカドミウムグリーンミディアム。このあたりかな。で、何でも言うように、プロセスが僕は大事だと思いますので、例えば形に関してすごく悩む必要は僕あんまないと思っていて、例えばここに格子の線を入れて、こっちにも格子の線を入れて転写するっていうか、形をするというのもありですし、もう、同じサイズ、これやったらば、本当に何倍ぐらいかな、このセンチ測って、コピーかなんかに行って、コピーするというのもありかもしれません。で、転写する。
というのもありかもしれません。僕はそれでもいいかなと。で、今回ちょっと本当に簡易にささっとやりますんで、全くもって形が正確かというと、そうじゃなくても今日はお許しいただければと思います。非常に模写のものが来ることが多いので、で、形に関しては、ちょっとこの茶系とかイエローオーカですね。このあたりの色がだいたい下地になってきて、だいたいこの明るめのこれぐらいの色みたいな感じでだいたい濃淡をつけていることが多いかなと思います。で、こういうのなんでわかるのっていうと、美術館行って、絵をよく見てみてください。下地に近い色見えてくることあります。この辺塗り残りかなとか。で、美術館に行って見るのはそこなんですよね。もし絵を今後も描いていかれたいと思われる方とか、っていうのは、もちろんその絵の成り立っていく経緯であるとか、なんであるとかっていうね、題名とかも皆さん必死で覚えられたりとかするかもしれませんけどね。で、帰りに何々ちゃん、お茶でもして帰りましょうって言って帰ってる最中に大体その題名とか忘れてるでしょ？どうですか？それよりも、こうやってこの色の、あれ混ぜ合わせ方をしているかな、こうかな、とかっていうことを、ちょっと予想を立ててみるということが大事です。で、ある程度濃淡というのを形を取りながら、今濃淡とかもつけながら、進めていこうかなと思ってます。で、油絵の具の場合は油絵の具でやるのがもちろん理想ですし、キャンバスって書いてあったらキャンバスで、描いていくのが理想です。でも今日はもう簡易版ということで、少しこういうのもですね、ご自宅とかで少し何か拡大剤が見つからんなとかって思ったら、ちょっと練習がてらやってみられるのもおすすめかなと思って今回ですね。私は結構毒舌でございますので、ね、もう、うわーとか思う人も多いと思うんですけど、ちょっと例えば美術館などに行くと、そういったお仕事に携わっている方に対するご批判やというふうになってしまうかもしれないんですけど、よくその絵のレプリカみたいな売ってることあるんですよ。で、僕の視聴者の人で一生懸命絵を描いてきていらっしゃる方っていうのは、もう描けます。はい。だから10万円とかね、結構なお値段をすることあって、もうごめんなさいね。そういう仕事に携わられている人に対するご批判ではございません。もう本当に。でも視聴されている方っていうのは、だいたい描ける力を身につけている人がすごく多くなっていますので、買うんやったら描いてください。買うんやったら描いてください。ドドン。ね、そんな感じがしますので、ちょっとそれやったら自分たちで書くということもできますので、そういうふうに思ったりとかします。もちろんそれをまたね、転売するとかはできないですけど、自分のご自宅に飾るとか、いうのやったら全然問題ないと思いますので、特に著作権的にはだいぶ古いものとかやったりですね。で、ちょっと茶系の色で濃淡をつけていって、これはですね、シナベニアというベニヤにも直接書いてます。もう簡易版です、簡易版ね。簡易版ということでお許しください。で、少しイエローオーカみたいな色が見えてるところもありますので、ちょっとそういうところは、で、だいぶ明るい下地やと思ってもらったらいいです。もう、濃淡をまずつけるというような感じで、濃淡をつけていきました。バーンと、アンバーやったかなと、イエローオーカと、ウルトラマリンブルー。このあたりで、少し濃淡をつけて、形も取りながら、ちょっと濃淡をつけながら、ですね。で、大事なポイントここですよね。ここのところにある、ところとかって非常に大事だなと思います。実際これぐらいの、明るい、イエロー感に本当近いけど、ちょっとそれで、茶色。要は、昔の絵っていうのは大体褐色系が多いんですね。で、褐色系でインプリマトゥーラというこういう風な濃淡をある程度つけていく作業みたいなのとか、形を取る作業みたいなのをしています。で、これっていうのはなんでかっていうと、土系がまず安いからです。で、そんなにサイドみたい、鮮やかさみたいなのが高くないから、塗り残ってもそんなに違和感がない。ね。元気なのがいますね。我が家にはね、うるさい恐竜がいますね。少
少しこう全体的に、描けてきたのがわかるかなと思います。で、こういう下地ですね。形も見えつつも、多少の濃淡みたいなのつけたという下地が、終わりました。そして、ここからは筆色分割法と呼ばれるものですよね。で、大体、おそらくですよ。僕はモネではないので、モネの友達でもないので、モネが描いていた現場も見ていないので、おそらく、大体この、難しいですけど、多く使われているであろう中間色的な色みたいなのが、あって、もうちょっと濃いかな。これぐらいかな。これぐらいのブルーグレーみたいな色みたいなのがある程度展開していく、全体に展開していくというのが出だしの段階に近いかなと。もうちょっと濃くてもいいかもしれませんので、で、印象派の場合は黒は使わないということが大原則となりますけども、もうちょっと濃いかな。はじめにちょっと白をつけてしまったのが失敗やったかな。で、そういうある程度いい色ができたら、暗めのグリーンみたいな色ができたら、それで、ですね、画面の中で、展開をしていくと。展開って何って話ですね。難しいな。どう言ったらいいのかな。もう、点々と打ちながら増やしていくと。で、かなり濃い、グリーンやなっていう感じなので、これにウルトラマリンブルー、茶色、パープルみたいなのに入れた、これぐらいの色かなと。いい色になってきたな。で、これを少し暗めの色とかを画面の中でなんか展開って僕が今、勝手に作った言葉ですけど、はい。で、画面の全体を見ながらですね、暗い色とかで少しまだ明るい色は使わない。要は中間色よりも少し暗いぐらいの気持ちの色を画面の中で、見つけて、そいつを少しですね、暗い色をより暗くしていくというようなことを、で、ある程度パレットの上で多めに混色をしておいて、暗い色でより暗いところを描いていくような気持ちで、暗いところを見つけたらそういう感じでですね、茶色とパープルを入れたぐらいの色かな。もうかなり暗い色ですけど、それで展開をしていきます。その際にやっぱり全体見ながらですね、全体見ながらで、かすらすように描いたりとか、少し長いストロークみたいな感じとか、ですね、のあたりの色を中心にもうちょっと茶色が強いかなとかっていうものは茶色を少し足してみたり、青が強いかなと思ったら青足したり、パープルが強いかなと思ったらパープルが強いなっていうのを足したりとかして、いくと。局部から書くんではないです。もう本当に特にモネなんかは、ですね、印象派みたいなのは、どちらかちょっと展開して全体の中で、作っていくということをしていきます。よいしょ。で、まだ明るい色は置いていないですけど、で、次の少し明るめの下地より明るいような色みたいなのをちょっと一回下地と同じぐらいかな、明度的に同じぐらいかなぐらいの色ですね。これ、こういうところの下地、ちょっと暗いぐらいかな。そのぐらいの色を少し置きながら、まだ明るい色まではいかないですけど、ちょっとそういう色を探し出して、また全体の中に散りばめながら、ですね。だからね、実際にこういう睡蓮のですね、あるモネの庭に行ったような気分になりながら、光が向こうから差し込んでとかっていうこととかですね。また若い頃で違うんですよ、描き方ね。
まだ全然モネとはほど遠いと思うんですけど、少しこう画面の中で多く使われているような色がこうね、画面の中で散りばめられてきた。このパレットの上でですね、やっぱりこうある程度多めにこう混色しておいて、そういうのをこう散りばめながらですね、細かい描写、ディティールとかみたいなのは、やっぱりこう Google のアート&カルチャーさんとかを拡大をぐーっとしていくと、ものすごく大きく見れますので、皆さんそういうのも参考にされてみてください。で、ちょっとこう、鮮やかなですね、ちょっとこう、ぼちぼちですね、サイドの少し高いめの色が欲しくなってきたなと思ったら、ちょっとこれだったら青系かな、紫系かなんかのこういう、色を少しこう一回散りばめてみて、で、こう画面の中のバランスみたいなのも見ていくんですね。例えばこういう端のところにある、青い色とかも、今の段階やったらば、少しですね、一回こう暗いめのこう色を置いてみたりとかして、暗いめのこのチラチラとこう感じるような色とかを置きながら、明るいところもとりあえずまず置いてみたりとかしてですね、少しこう画面の中で鮮やかなですね、色みたいなのを少しこう置いてこう全体のこう調整をしてみて、さあどうなんかなということを確認しながらですね、でアクリル絵の具っていうのは、ちょっとこう、パレットなんかは、まめに拭き取ってあげる。キュキュキュ。今、このぐらいの筆ですね。このぐらいの筆をずーっと使いながらやっていってます。で、ちょっとぼちぼちですね、明るい色を置いていってみましょうね。例えば白に近いような色がある場所ってどの辺かなっていうことで、ちょん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 と、ちょんちょんちょん、こう白に近いような、まあピンクハスですけども、ピンク色なんですけど、とりあえずこうちょっと白で、ちょっと展開してみましょうね。ちょっと生の白は厳しいなと思ったら、ちょっとこうピンクとか入れて、少しこうピンク色とかを展開しながら、乾いてないうちに、ですね。で、油絵の具なんで、これ本物はですね、ちょっとこうかすれたような表情みたいなのがすごくこう特徴的で、僕はそれがね、アクリルでもできたらいいんですけど、なかなかちょっと難しいので、そこはできないですけど、こういった感じで、こう、明るさで今こう引き締めていっているというところですね。こういったことのプロセスを学ぶことがすごくこう、大事なことだと思います。たりとかにもちょっと白が展開しているなと。ちょっと白が強い方がいいかなとかですね。で、このぐらいになってきたら少しじゃあもう勇気を出してですね、グリーンの明るい色ですね。グリーンの明るい色をちょっとこうぼちぼち置いていってみましょうか。ね。このぐらいの色かなと、もうちょっと黄色。で、ある程度こう、やっぱりこう作った色を多めに作っておいて、途中でこう切らさないようにというかですね、っていうのがこう印象派のこう、まず一つポイントかと思います。ある程度でこう、ちょびちょびっと作るんじゃなくて、しっかりとね、もう少しかすらせて描きたいんですけど、ちょっとこう、アクリルの水が多すぎるのか。私の熱心な視聴者の人やったらこれぐらい絶対書けますって。ほんと。もうそんなんばっか言うてね、嘘つきやがっててよく言われますけど、はい。嘘じゃなく、いい感じにちょっとかすれ出しましたね。持ち物の外側から書いているところとか、柳ですかね、こちらね。同じ色をこうずっと展開していきます。ある程度ね。この色。で、もうちょっとこう、ブルー
グレー、紫みたいな、このぐらいの色かな。このぐらいの色もちょっと作っておきましょう。結構これから使っていきます。例えば橋なんかの、ちょっと明るいところとかも、こういった色かなっていう感じがしますので、ビュー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 。特に大事なのはここですね。こういうところも本当に丁寧に形とかを、転写とかされておいてももちろんいいと思いますよ。そうするとね、もっともっと素晴らしい模写ができますので、私は今回は簡易にですね、こういうプロセスですよということをお伝えするために動画にしております。よいしょ。少しかすらしたようなね、感じでさささささって書いてあるようなところとかはちょっとかすらせて書いてみたりとかですね。よいしょ。このブルー、この影のところのこのブルーの色って難しいですね。このぐらいの色かな。よく混色してあげて。このぐらいの色かな。かすらすように描いていきます。柔らかい筆ですよ。これは、本当に何ですかね。それでは、最後の描き込みをしていきたいと思います。もう本当に密度を上げていくというだけなんですけど、よく見てですね、モチーフをよく見ながら、若干かすらせて描くような感じみたいな感じで描けたら、それは理想的なんですが、なかなかですね、アクリル絵の具で、少しだから乾き出してるぐらいの、感じがいいんですけどね。絵の具自体がですね。筆のタッチとか、本当にディティールとかも、よく見ながらですね。外側から形が決まっているというのがわかる箇所であるとか、全体に手が入りながら、書き足らないところとかを探しながらですね、少し密度が上がってきているのも分かってもらえるかなと。下地の色とかもですね、そんなに違和感なく溶け合いながら、一回作った色をある程度ですね、同じ色があるならば、それを広げていくというような感じで、やっていってみてください。水に映っている向こうの柳みたいなのとかをですね、描いていくと。
プロセスがある程度分かって、理解できてきたなと思ったら、ですね、今度は筆のさばき、動き、奥行きとかに対してどういうふうに変えていってるのかなとかっていうこともちょっと感じ取りながら、ここは水面に映っている柳やぞとかですね、そういうものもちゃんとただ色を映すというだけじゃなくて、そこにどういうふうに成り立っているのかなとかっていうことですね。だいぶ絵の具がですね、ちょっと重厚になってきていますもんね。で、ちょっと混ぜんだけみたいなのもですね、少し感じるところには感じるように、少し生乾きのパレットの上じゃなくて、絵の中で混ぜるような絵の具もあっていいと思います。このぐらいになってくるとね。サイズがだいぶ本物よりも小さいので、なかなか難しいところ絶対あると思いますけども、密度が上がってくれば、ある程度大きな作品に見えてきますので、ここは粘って、粘りを見せて。かすらせながら何層も何層も描いていくと、何かなんて言うんですか、コンテのような、クレヨンのような感じですね。質感に少しなってきましたよね。で、下地の絵の具みたいなのもだいぶ消えてきました。だいぶかすらしながらも描いていってます。相当複雑なですね、色になってきているのがわかるんじゃないですか。この辺は奥行きをですね、出していくようなですね。この中に案外白に近いような色とか黄色っぽい色とかですね、細かくありますのでね、その辺をですね、小さい板なんでなかなか難しいとこありますけども、少し密度を上げていってます。この辺に入ってるね、紫色とかの、色なんかすごく画面の中で効いてますよね。こういう色とかね。と、その、効いてるなという色、なんかそういうのを、ここの辺に入ってる紫なんかもすごい効いてる。効いてるってどういうことかというと、なんか一箇所だけで見るとすごい違和感のある色なんですよね。でも、離れてみたときにそんなに違和感をなさないというか、そういう色が画面の中で何箇所かあるんですね。で、そういうのを見つけていくというのはすごく模写の醍醐味の一つです。という感じで、いかがだったでしょうか。もちろんやればやるほど模写っていうのは密度が上がっていくものなんですけど、1時間、ぐらいですかね、やってまいりました。だいぶ近づいてきたかなと自分でも思いながら、プロセスをある程度しっかり踏んで、その描き方のプロセスに近いような感じを踏んで描いていったということでございました。皆様も模写をする際は、ぜひですね、こういう風にやっとるんちゃうかなとかっていうことを、自分の中で想像して、やっていかれることをぜひお勧めして、本日の締めとしたいと思いますとか言って、まだまだできるぞという感じです。
という感じで、どっちが本物かわからないみたいな感じになってきたんじゃないでしょうか。ぜひぜひ、ですね、Google アートカルチャーなんかを参考にしながら、皆様も模写、ぜひやられてみてはどうでしょうか。約1時間で、こんな感じで描けました。ということで、何か質問がありましたら、コメント欄にコメントいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録よろしくね。OK